皆さんこんにちは。突然なんですけど、皆さん今幸せですか？人生に満足はいっていますか？何か生きづらい不満を感じていたりはしませんか？どこぞの宗教だよって感じなんですけど、最近ね、オンラインサロンで101人生相談っていうのをやってるんですけど、結構若い子たちもいて、その若い子たちのやっぱ悩みというのが、自分の個性がわからない。将来どんな世界になりますか？やりたいことがわからない。これは誰もが通る道ですよね。今までの社会ではとりあえず勉強しておけば最低限いい暮らしはできるということで切磋琢磨してたけど、果たしてそうなのか。間違いなく言えるのは、これから世界がひっくり返るということですよね。今まで正解だとされてきたことがこれからはそうでなくなる。今は仕事をした時間、成果に応じて賃金をもらえるシステムが出来上がってますけど、それだけじゃ生きていけない世界がやってくる。どういうことなのか。今回はね、前回に引き続きチャット GP の続きのような動画になっています。目まぐるしく変化する世界。どう生きるかで運命が大きく変わってくるかもしれません。もう資本主義としての差は今の比ではない。2020年この都市伝説陰謀業界をね、賑わせたワードがありましたよね。ムーンショット計画ソサイティ 5.0 内閣府のウェブサイトに実際に記載されてて、なんかね、政府がぶっ飛んだこと言ってるって。彼らどんな世界目指してるの？これ陰謀論？一人に対して10体のアバター？いや、俺は一人までが限界ですわ。いや、何の話って感じなんだけど、そもそもこのソサイティ 5.0 とは何なのか。ソサイティ 5.0 とは2016年1月に閣議決定された第5期科学技術基本計画で、我が国が目指すべき未来社会の姿として初めて提唱され、ちょっと難しくて分かりづらいと思うんですけど、要はこの日本の内閣が決めたこの日本の未来の社会構想ですよね。今までの人類社会は狩猟社会をソサイティ 1.0、農耕社会をソサイティ 2.0、工業社会をソサイティ 3.0、情報社会をソサイティ 4.0 という段階にね、沿って発展してきましたけど、そして次に内閣が提唱したのが未来社会像ソサイティ 5.0 なんです。内閣府のホームページにはね、サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会。すごいよね。政府初で仮想空間なんて言っちゃう時代ですからね。少し前ではね、マトリックスとかみんな見てね、都市伝説で騒いでいたのが、もう現実目の前ですから、やっぱこの都市伝説って案外バカにできないですよね。結構この社会の一歩先行ってたりするじゃないですか。このソサイティ 5.0 の中に国が進める事業としてムーンショット計画があるんですけど、ムーンショットの名前の由来はアプロ計画から来ているんですけど、当時はね、まさに人類がね、月に到達することはできないやろって考えられていたんですけど、そんな未来のね、難しいけど、これが達成されればとてつもないインパクトを社会に与えることを言うんです。このムーンショット目標なぜ必要なのか、日本政府は本気にこれから挙げるね、3つの課題をこのムーンショット目標を行うことで乗り切ろうとしているんです。1、日本はこの少子高齢化で大変になると言われてるじゃないですか。人口が減少して労働力を確保できない。このままでいけば2050年には人口が9500万人、65歳以上が 37.7% になる。2、地球環境を回復させながら社会を持続させていく。地球が崩壊しかけてるからね。3、サイエンスとテクノロジーで活動領域を拡大する。これらの課題を今から語ることで本気で乗り切ろうとしているんです。それでは日本の未来の社会、どのようになっていくのか。ムーンショット目標は9つあるんですけど、気になるのから見ていきましょうか。みんなこれだよね。人が体の空間、時間の制約から解放された社会を実現。少子高齢化で働ける人が少なくなっている。なので人をポン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 って生むのはね、効率が良くないから、一人一人の能力をコピーしちゃうということなんです。日本の政策を見ていると、少子化をどうにかする体制よりも、一人の能力をコピーするっていうのが日本の政策です。そういうことですよね。こちらは実際に内閣府のサイトからの引用なんですけど、2040年までにほぼ全ての人のほぼ全ての行為と体験をアバター経由で実現。ほぼ全ての人の全ての行為だよ。この図を見たらわかると思うんですけど、空間、時間からの解放、例えばね、みんなの能力がインプットされたアバター AI がいたとして、そのアバターが遠いニューヨークで代わりに仕事をしてくれたり、あるいはそのアバターを日本にいながら遠隔で操作すれば空間、時間から解放されることになりますよね。わざわざニューヨークに体を持っていく必要がないということ。意識を何者かに入れることをジャックイン、対外離脱することをジャックアウトと呼ぶんですけど、アバターにジャックインするだけじゃなくて、例えば人間かける人間のジャックインも今後考えられるんです。みんな誰の体も借りることができるとしたら誰の体に入りたいですか？もう僕は昔からね、サッカーをやっていたんですけど、サッカーのゴール決める瞬間って本当快感なんですよ。なので本当クリスチャン・ロナウドとかメッシの体入ってワールドカップでゴール決める瞬間とか味わってみたいよね。自分のしている体験をそのまま誰かに味わわせることができる。どんな感覚でも体験できるとし
したら、よく言うじゃないですか。女性のオーガズムは男性の8倍って、男性があれを体験したら気絶してしまうほど気持ちいいって、それを体験してみたいね。これが実現されたら原発とか宇宙空間とか危険な地域でね、遠隔で働くことができるから、すごい人類の幅は広がりそうですよね。超リアルに月の上を歩いている感覚を得られるかもしれないし、身体のね、制約からの解放はウェアブル端末を身につけたり、体の一部をロボ化するサイボーグ化ですよね。そして一番やばそうなのが脳の制約からの解放、神経接続とかですね。イーロン・マスクが今年中に人間の脳とコンピューターを接続すると発表したニューラリンクが現在進行形で行われています。なので2030年から始まる世界では30分ブラジルで働いて、その次の瞬間ニューヨークで1時間ショッピングして、次の瞬間東京で行われるライブのコンサートを見に行くみたいなことが余裕でできるということなんです。まさに体、時間の空間からの制約ですよね。日本政府はガチでこれを考えているんです。そもそもこれを実現させてくれるのがサイバネティックアバター。これはね、生身の人間の身代わりとしてロボットや 3D 映像などを示すアバターに加えて、人の身体的能力、認知能力及び知覚能力を拡張する ICT 技術やロボット技術を含む概念なんです。もう一人の自分であるアバターを作り、先ほどの様々な感覚を拡張していく。人類はこのように自分の代わりになってね、働いてくれるようなロボットを作ろうとしているんですけど、実はこれ今に始まったことじゃなくて、もう2000年前、大昔に行われていたんです。遡ることなんと2000年以上前のギリシャ神話に登場する火事の神であるヘパイストスは、ミノス王を守るためにタロスという青銅でできた巨大自動人形を作り出して、毎日島の周りを3周走らせて護衛させていたんです。2000年以上経ってやっと実現されることになります。政府の目標は2030年までに1つのタスクに対して1人で10体以上のアバターを作ること、2050年までに複数人の人が遠隔操作する多数のアバターとロボットを組み合わせること、人を増やすことよりも優れた人のコピーを作ることで国の生産性を保とうとしているんです。これはただね、口だけじゃなくて、実は日本ね、この能力拡張においては世界的に見てもだいぶ最先端なんです。このように能力拡張に関する国際会議では、国別発表数では日本がダントツのトップ。そして日本の強みと弱みをね、このように細分化した図を見てみると、この点線で囲まれている箇所が日本の強い部分なんですけど、それはテレグジスタンスやハプティクス、ソフトロボティクス。これはまさに仮想と現実をつなげるような技術のことを言うんですね。あとそのロボットのいかに人間のようなリアルな動きをする技術とか。どうでしょう皆さん。聞いただけだとワクワクする未来ですよね。自分にないものを補うことができるんです。例えば足が遅い人は足になんかね、サイボーグみたいなものを装着することによって足が速くなるみたいな感じで、格差は確かに埋まるのかもしれない。果たしてそうなのか。それはもしかして皆さん、夢物語かもしれないです。チャット GPT などの AI やロボットが人々の職業をこなして能力を拡張してくれる社会では、なんと今よりも尋常じゃないほど格差が広がるという意見もあるんです。個性ある人とない人って儲けるのが時給1000円と1500円だったのが、時給1000円と150万ぐらいなコピーできますからね。 AI やロボットで置き換えられる作業はそのまま AI が引き継ぎ、人間でしかできない仕事は能力、個性がある人間のみが行う。自分の能力、個性をね、そのままコピーすることができるということを考えてみてください。そして冒頭のね、そのやりたいことがわからない人々、個性がないと思っている人のことも想像してください。例えばチャット GPT は全体のデータが埋め込まれていますけど、直木マンの思考パターンが入ったチャット GPT がいたとしたら、直木マン風の YouTube 台本を書いてくれる。これを所有しているだけで直木マンのコンテンツを作ることができる。誰もが見たいね、直木マンの〇〇の動画を自分で作ってみることができる。そこで作ったコンテンツを周りの人にも共有できる。今までの世界では生産者側が大事だった世界から、これからは一人一人の消費者が自分の見たい映画、見たい YouTube 動画、見たいデザイン、何でもいいんですけど、見たい世界を作れる時代になってくるんです。消費者がクリエイターになるんです。逆転してくるんですね。今の時代って誰でもハイクオリティの画像とか映像とか音楽を作れる時代じゃないですか。なので、それを操れる人と操れない人との差がとてつもなく今後開くというんですね。未来のロードマップみたいなものをね、内閣府がね、公開してるんですけど、2040年頃は一人が100のマルチタスクをこなすことができると書いてあるんですよ。100ってね、もっと少ないと思ったでしょ。それがなんと、2050年頃は大勢の方が1000体のアバターを操れるようになると書いてあります。一人が1000体を操れるんですよ。それを所有している人と所有していない人
トでは1000倍の差が、簡単に言うとね、つくということで、例えば自分の親がね、そのロボットを持っていたら、その親が亡くなったら今度はその子供がそのロボットを所有することができる。そのロボット、アバターを持ってるだけでもう貴族富裕層という社会かもしれない。ちなみにさっきのは例で使っただけで、僕の AI ロボットなんて言ってもね、何も役に立たないので、その辺に捨てといてください。なので今後の争いは国同士の争いではなく、AI デジタルをうまく操る富裕層とアナログ生活を生きる貧民層の間で争いが勃発すると予測されているそうです。じゃあ何もない人はね、どうなってしまうのか。格差の頂点にいる人たちのロボットの一部になるか。労働者ですらないかもしれない。エージェントに指示される人。つまりもう人間ですらない。AI に完全に自由を奪われてしまう生活になるっていうことなんですかね。わかんないですけど、じゃあ人間はね、具体的にこれからどのような稼ぎ方をしていくのか見ていきましょうか。X to earn という言葉みんな聞いたことあります？ X to earn とは X 何かしらの動作 to それが earn 利益になるという意味です。これらをすることにより仮想通貨や NFT を獲得することができるというものなんですね。例えば身近なもので言うと、ゲームタイガーの賞金が仮想通貨で払われる場合、Play to earn になるんです。ゲーム内で獲得したスキンやアイテムも売買可能になってくるので、さらにね、プレイしてね、レベル上げることでレアなスキンやアイテムをゲットしていく感じです。確かにプレイ、遊んで対価を得てますよね。今では e スポーツとかが盛り上がっていろんな大会開催されてますけど、今後はね、本当にゲームしてても大金稼げる時代になってくるかもしれない。この X to earn ね、主にこの5つのね、X の部分があるんです。今言ったゲームで遊んで稼ぐ Play to earn の他にも、動いて稼ぐ Move to earn、眠って稼ぐ Sleep to earn、学んで稼ぐ Learn to earn、その他 Sex to earn、X to earn というものがあって、この X の部分は何でもいいんですね。一個一個ちょっと説明していきますよ。Move to earn では運動してその距離、運動の質によって得られる利益のことなんです。そして Sleep to earn は睡眠中にアプリを起動してて自分の睡眠の質をデータ化することで得られる利益。例えば企業側はこのデータを分析して商品開発とかね、体の研究に役立てていくっていうことがあり得るんですね。まさかそのね、睡眠の質がいい人が大金稼げる時代が来るかもしれない。しかも例えば過酷な環境で寝ることになったとするじゃないですか。真夏日のクーラーの効いてない部屋だったり、真冬の隙間風ありまくりの部屋だったり、そういった過酷な環境でものび太くんのようにすやすや寝ることができる人はもうより多くのね、利益を得ることができるみたいな。まさに一人一人が消費者でありながら本当クリエイターなんだよ。自分でね、その消費をしているんだけど、それと同時にクリエイトもしている。次に Learn to earn なんですけど、学びながら利益を得られる時代になってきたというのです。バカなーって思うでしょ。いや、学んで稼げても学びたくねえよって、それは俺の気持ち。今世界的にブロックチェーンエンジニアが不足しているんですね。そのエンジニアたちを育成しながら採用しちゃいというのがこの Learn to earn なんです。しかもその学習内容がブロックチェーンに紐付けられているので、将来就職や転職の時にそれが活用され、なんなら最終的には AI がね、みんなの今までの行ってきた活動記録をもとに就職先を決定する世の中になっていきそうなんです。すごい時代だよね。特定のスキルが欲しかったら、それ学んでてもお金が発生するし、なおかつそれが自分のね、記録として残ってるから、就職するときに、もう自分っていうものそのものを差し出しただけで AI が、あなたこれピーこっちやってくださいみたいな感じで決められちゃう社会なのかもしれない。これを可能とさせる技術が NFT ですよ。簡単に説明すると、NFT というのは替えの利かない象徴的な感じです。ダヴィンチが描いたモナリザの絵はその絵に価値があって、コピー品には価値がないみたいな感じで、ただこれからはダヴィンチのその絵だけじゃなくて、みんなが着ている服、経験などはぶっちゃけ替えが利かないじゃないですか。似たような服はたくさんあるけど、言うてね、そのみんなが着ている服、その一つ、これ自体はね、一つしかない。経験も似たような経験をしている人はたくさんいるけど、その人生を歩んで、その経験をしているのは一人しかいないみたいな感じで、様々なもの、行動に NFT が紐付けられることで記録されて生きて、それが価値が生み出していく社会になります。先ほどの Play to earn とか Move to earn ってあったじゃないですか。それにつなげると、いわば動作を行うことでトークンを得られるというサービス。今まではね、歩くだけでトークンが得られるサービスはありましたけど、この歩く際に使用しなければいけないのが、このサービスを提供した会社がデザインした NFT 化されたスニーカー。つまり歩くことでトークンを貯められるサービスを受けた場合、最初にそのスニーカーを購入し、その購入したスニーカーを育成していく感じです。不思議だよね。この NFT をね、最初のムーンショットにつなげると、もしかして今後誰か
かの特別な能力を NFT 化し売買する世の中が来るかもしれないですよね。例えば今で言うとね、WBC やってるじゃないですか。誰でも大谷翔平さん並みにホームランを打てるリストバンドが販売されたとしたら、誰でもね、ひろゆきさんみたいに論争することができるプログラムが販売されたら、もう売られてるようなもんだけど、ついに加藤隆さんのね、そのゴッドハンドを得られるリストバンドが売られたら、みんな買っちゃうでしょ。買って試して、キャーすごいって言われたいでしょ。これ冗談じゃないんですよ。ガチでそういったものがもうすでに開発されているんです。なんならもう10年前ぐらいから開発されてて、ただそれが現実にね、普及されるのがおそらくこのムーンショットの世界。まあこのチャット GPT とか NFT、ブロックチェーンとか、ビットコインとか、今の社会ってほんと急速に変化してるじゃないですか。これとその政府が掲げるムーンショット目標、見事に一致してますよね。サイバニックアバターね、一番みんな興味深いものじゃないですか。ただそれだけじゃない。これはね、とりあえずとんでもなく全部興味深いというか、なんか fucking interesting って感じなんですよ。2050年までは広角機動隊のような社会になってくるっていうんです。こちらも内閣府からの資料なんですけど、人工冬眠技術、高年単位での宇宙航行における生物学的寿命の延伸などが可能となる。えぐいよね。これいわゆるコールドスリープだよね。人体を低温状態に保ち、目的地に着くまでの時間経過による搭乗員の老化を防ぐ装置。はるか遠く離れた惑星にね、その人工冬眠された人々が向かう世界がやってくるんです。いや、これ映画で見てたことそのものや。2050年までにノーベル賞級の発見を自律的に行う AI ロボットシステムの開発。これに関しては2050年じゃなくてもっと早くに来るんじゃないですか。もう今現実とんでもないスピードでもう AI が成長してるじゃないですか。人類が想像するよりもはるかに早いと思うので、これに関してはもう本当すぐもう5年10年先の未来かと思います。どうでしょう皆さん、このムーンショット目標もっとねいろいろね語りたいんですけど、ちょっとねあまりにも長い動画になってしまうのでこの辺にしときますけど、現実問題ね、政府がこの今の社会問題を解決するためにこういった社会を展開しようとしているんです。ガチでとんでもないでしょ。これすごい世界なんやけど、もちろんみんなそのプライバシーとかそういった部分が怖いって話じゃないですか。体も全部操られちゃうんじゃないかという、それは間違いない。もうそれに関してはもう本当トップがまともっていうことに記載するしかないですよね。僕たちができることって、こういった科学技術も止めることはできないじゃないですか。人間っていうのは英語の塊なので、どんどん成長して追求していくことは止められないので、こういった世界が訪れるのはもう防げないとは思うんですけど、皆さんの意見ぜひ聞かせてください。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。